ンポーン。ようこそ秘密基地にいらっしゃいました。今日も最初にチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということで、あらららら、珍しい場所からお送りしております。今ですね、私は朝の、筋トレやストレッチを終えたところで、もう仕事始まって早々見てください。もう汗だく。やばいっしょ。もう最近ね、もう食べ過ぎで、昨日もめっちゃ食ったんですよ。もうやばいっすよ。もう太りすぎてきてて。頑張ってね、これ以上体重増えないように、頑張っております。でですね、今日は、タイトルにある通り、ちょっと昨日動画ね、夜に上げようと思ってたんですが、寝落ちしちゃったんで、ボーイフレンド7話、8話見てきました。配信されてね、昨日配信されたんですよ。だいたい6時ぐらいに配信されるらしいんですけど、見まして、もうめっちゃ、もうとりあえず、もう感想は一言、もうキュンキュン。もうめっちゃ良かったです。もう最高って感じでした。ごちそうさまですっていうね。もうこの一言に尽きるというか、もうね、いろんなことあったんですけど、もう何から喋ろうと思ったら、もうやっぱ大君、俊君ペアですよね。もうやっぱここは、もう視聴者さんも、もうたくさんの方が、もうこう、感情を、みたいな、もうこう動かされてばっかり。でも前回さ、それこそ地獄のピクニックって言ったじゃないですか。覚えてます？だいぶね、もう3回ぐらいボーイフレンドについては語ってる動画上げてるんで、ちょっと流れ分かりにくい人は概要欄にまた貼っとくんで、そちらから先ね、見てもらいたいんですけど、って言ってもね、もうこのボーイフレンド見てる人じゃないとこの動画多分全然面白くないとは思うんですが、どの道ね。でも、一応過去の動画も見てみてください。で、前回ね、地獄のピクニックで、新メンバーが入ってきたんですよね。伊藤くんっていう新しい、ちょっと、新鮮な若い子が。で、その子と、その大君っていう方が、もうすごいね、こう、しょっぱなからこう仲良くなってて、それを俊君はね、遠くから見てて、もうありえない。もうちょっと本当に無理なんだけど、みたいな、感じになってるとこで終わってたんですよ。で、もう第7話、もう早速どうなんのかなと思ったけど、もうね、ピクニックのシーンはなくって、家のシーンからね、何気ないシーンから始まるんですけど、もうね、もう展開めっちゃ早くって、もう急にね、なんか、大君がちゃんと俊君を呼び出して、昨日の、そのピクニックで、なんか全然、こう、一緒にいなかったことを、わざわざね、なんか真摯に謝りに行ったんですよ。めっちゃなんか大人やなと思って、大君。で、俊君も、最初はなんかちょっとこう、なんか別にって感じやねんけど、なんかちょっと嬉しそう。話し合えて。で、なんかその話し合いが良かったのか、なんかだんだんね、結局距離が縮まっていく感じ。で、俊君も、なんかもっと大君と一緒に、なんか二人っきりになりたいとか、なんかもう恋がね、いい方向に進んでって。で、そんな中なんですけど、ただね、コーヒーショップやってるって言ってたと思うんですけど、その日、とある日のそのコーヒーショップ、今日誰々行ってくださいみたいな決めなきゃいけないんですけど、今回は大君が絶対行ってくださいみたいな。で、他行きたい人は立候補してくださいみたいな。手挙げてくださいみたいな感じで、大君に思いを寄せてる人がいたら、手挙げるじゃないですか。だから、もちろん俊君も、挙げると思ってたんですけど、もう、挙げなかったんですよ。で、その理由が、ちょっと朝から、大君とアラン君とか、なんか、ちょっとメンバーでなんか真剣な、なんかちょっとやりとり、真剣っていうか、ちょっと重たい、なんか聞いてるとちょっとしんどくなる人はなるような、ちょっと話してなんか意見のすれ違いみたいな感じで、話してるのを、俊君はちょっともう、なんか疲れてきちゃったのね、朝からそのテンションに。なんかもう、どうでもよくないみたいな感じで。で、そっからなんかちょっと朝からモチベーションが俊君は低くなっちゃって、で、大君がね、今日はコーヒーショップ行ってくださいって言われてるんやけど、なんかちょっともう俊君はね、手を挙げれなかったんですよ。で、もちろん他にもね、立候補者がいるから、それこそ新メンバーの伊藤君がね、手挙げてくれたから、で、伊藤君と行くことになります。で、そう、伊藤君とじゃあ大君はどうなったのっていうところなんですけど、もう意外とここは、すごい気が合うだけで、なんか恋愛関係にはならないような、もう友達、なんかすごい気の合う友達みたいな関係になってて、むしろ伊藤君は他の、実は、もう言っちゃいますけど、カズト君をね、好きになります。カズト君どれだけモテモテなの？ブー太郎もね、メンバーの中でちょっとカズト君推しって言ってしまったものの、こんなにモテるみたいな。
いうぐらいもう、でも全員、多分好感持ってるんじゃないかな、カズト君に対して。でもすごいなと思って。まあそう、伊藤君、カズト君はまあとりあえず置いといて。でね、まあ伊藤君と大君が一緒にコーヒーショップ行っちゃうんですよ。で、なんかちょっとショックだったみたいな、大君は。しゅん君が、立候補してくれるもんやとばっかり。まあ最近いい感じにもなってたからさ、そのピクニックはあったとはいえど。とか思って。でもまあきっと多分、まあメールもね、なんか送ってきてくれたらしいわ、どうも。しゅんくんがね。なんかちょっと行かなかったことを後々こう冷静になった時に、まずかったかな。ちょっと悪いことしたかなって思ったんでしょうね。なんかちょっとこういう理由で、今日は行かなかったみたいな。ね、なんかちょっとカエルの写真とかも送ってきたりとかして、なんかちょっと可愛いとかあるんですよ、しゅんくんやっぱり。で、まあ大くんもなんかちょっと、ね、もやもやしてたけど、ちょっとそのカエルの写真を送られてきたことによって、ちょっとこう、なんか可愛いんだよね、そういうとこが、みたいな。なんかちょっと憎めないみたいな、なんか怒りきれないみたいな感じで、まあそうだよね、とか思って、もうこう見てたわけ、ブルタラも。で、まあ帰ってきてから、コーヒーショップから。で、ちゃんとしゅんくんが呼び出すわけよ、大くんを。ちょっといいとか言って。で、いいよって言って、行くんやけど、まあ話し合うわけ。実はね、こうで思ってたんだ、みたいな言うねんけど、肝心な、謝罪はしなかったんで、まあ謝罪する必要もまあないのかもしれないけど、まあ大君はちょっとこう、なんか言ってほしかったよね、一言こう、思いじゃないけど、なんかちょっとこう、一緒に行きたかったアピールがもっと欲しかったのかな。そう。で、なんかちょっと思ってた答えと違うくって、またちょっとね、その話し合いが悪い方向に行っちゃうわけ。なんかしゅんくんはしゅんくんでちょっと思うことがあって、そんななんかこう、素直に謝罪ができないっていうの。で、大君は大君でもっとなんかちょっとこう甘えてきてほしいじゃないけど、なんかちょっと、なんかこうすれ違っちゃってさ、気持ちが。で、なんかちょっとせっかくの話し合いやったのが、なんかちょっと関係悪化みたいな感じで、また終わっちゃうわけ。みたいな。もうこんなんばっかくっついたり離れたりくっついたり。そうみたいな感じで。やねんけど、そこでね、出てきた、韓国人の子よ。名前何でしたっけ？やばい、今日ノートがない。悔しい。韓国人のね、人、名前何でしたっけ？イクオばっか出てくる。何でしたっけ？めっちゃあかん。今日出てこないんですけど、ちょっと韓国人の人がいるんですけど、その人がまあ、しゅんくんのね、話を聞いてあげるわけ。めっちゃ悔しい。何やったっけ？なんか名前思い出したいのに。何やったテホンや。多分テホンくん。やったと思う。ちょっと間違えたらごめん。確かテホン。そう、テホンっていう子が、そのしゅんくんの悩みを聞いてあげるわけよ。で、しゅんくんもなんかでも僕、別に、確かに一緒に行かなかったことはなんか申し訳ないなとは思うけど、なんかそんなに悪いことしたかなみたいな、なんか別に絶対行かないといけないわけじゃないじゃんみたいなことを、まあある意味正論、まあわかるよっていうことを言うわけよ。で、もちろん手本もそうわかるみたいな、その選択肢は自由だと。だけど、やっぱりこう、気持ちの分で、やっぱ申し訳ないことしたっていう気持ちがあるなら、だからそこは正直になんかちゃんとこう、誠意じゃないけど、なんかちゃんとした素直な思いで、謝罪は別にした方がお互い気持ちいいんじゃないみたいな、こう、こんなセリフじゃないんだけど、ちょっとなんかブータロさんの伝え方間違ってるけど、とりあえずこう、選択肢は自由だけど、なんかちょっと言わなきゃいけない、なんかこういうコミュニケーションじゃないけど、はちゃんとした方がいいんじゃないみたいな。素直に申し訳ないっていう気持ちがあったんだから、そこはちゃんと謝罪はして。だけど、行かなかった理由はこうだよっていう、それは別に自由だから。行こうが行かないが。そう、っていうなんかね、すごい神なアドバイスをしてて、もっとこれ見てほしい。ブータロの説明が下手やからちょっと伝わってないかもしれないけど、テホンさんの素晴らしさが。で、しゅんくんもすっきりして、もうありがとうってなって、テホンさんありがとうってなって、で、もう一回ね、ちゃんと大君を呼び出して、なんかもうあそこのシーンがめっちゃ可愛くって、しゅんくんが。もう、ごめんねって謝るわけ。でもね、その時の、もうしゅんくんも可愛いんだけど、もう大君がもうね、似たーってもうほんまに嬉しそうな笑顔で、しゅんくんを迎え入れるわけ。でもそれが聞きたかったんだよとか言ってこうね、もう目の前にイコーくんいんねんで、イコーくん隣におんねんけど、もう見えてないんやろね。もうこうハグとかもしちゃい出すような感じで、あれも面白かったな。こんなね、やりとりになる前、ちょっと仲悪くなる前も、なんかちょっといい感じになったのね、そのピクニック後に。で、部屋の前で、いつも一人部屋やから、みんな一緒には寝れないから、一人部屋でこう寝る前にさ、お互いなんかハグしちゃってるの、大君としゅんくん。で、それを、カズト君がその二人の目の前を通んねんけど、
なぜか和人くんはもう疲れ切ってんのか、全然その2人に気づかないシーンも面白かったですね。てかもう何分もうこんな熱く喋ってるけど、あんまね、ちょっともう仕事行かなきゃいけないんで、もうすぐ終わるんですけど、ちょっと今日はもう大君、俊君の話だけで終わろうかな。で、その後さ、もう大君と俊君もいい感じでハグするじゃん。で、次の日ね、また両思いだったらデートに行ける最後のチャンスが訪れるわけ、もう最後。で、お互い両思いだったらデート行けるって言って。で、もちろん俊君と大君は結ばれるわけ。で、他にも実はちょっと恋が動いててね、また今度いつか話すけど、実はりょうたくんずっと和人くん狙ってたじゃないですか。でもりょうたくん和人くんにちょっともうね、直接はっきり言ってくれるんですよ。ちょっと親友でいたいかもみたいな感じで。和人くんはりょうたくんに対して。でもりょうたくんもそれをしっかりと受け止めて、なんと玄生くんにハートがちょっと向きかけるんですよ。で、玄生くんはずっとりょうたくんをね、思ってたんで、ここも結ばれてデート行けます。で、なんとモテモテの和人くん、和人くんなんとアランくん覚えてる？テンション高い好感度のアランくん。もうアランくんは友達かもってはっきり言った人、ピクニックの時に。だけど和人くんは多分アランくんと居心地がいい、多分好きとかそういう意味じゃなくて、単純に多分一緒にいて居心地がいいから多分アラン君を選んで、で、アラン君は相変わらず友達とは和人君に言われたけど、思いはずっと変わらぬまま和人君に一途なわけ。だからここも結ばれてデートに行けるわけ。だから3組今回ね、無事デート行けたんですよ。素晴らしいと思って。でね、もうちょっともうパパっていう最後大君と俊君デート行って、もういろいろ楽しんでるんですよ。で、夜ね、ベッド2つに分かれてるんです。だけど、しゅんくんがそっち行っていいとか言って、大くんのベッドに行くわけ。でね、なんかもうめっちゃもう、なんかすごい緊張、もうキュンキュンなんですよ。で、もう腕枕とかしようかみたいな感じで、もうなんかイチャイチャしてんのよ。で、このままもう終わるんかなと思ったら、なんと、しゅんくん、突然しゅんくんからよ、大くんにチューをキスをしに行ったんですよ。で、大君もそれを受け入れて、もうめっちゃラブラブで、その旅行1日デートを終えるっていう。で、そこでパターン、次9話、10話に続くっていう感じ。もう2人の最後の夜のシーンはマジで名シーン。もう、スタジオもめっちゃ湧いてたから、もう徳井ちゃんとかめぐみさんとかホラン千秋ちゃんとかテルマちゃんとか、もう辺が、もう本当に面白い。もう反応が、もう一緒、豚と一緒の反応で、ふわーみたいな、キスしちゃったよみたいな感じで、もう大盛り上がり。ということで、もう行かなきゃいけないんで終わります。ということで、また、今日は歌ってみたと、料理配信もあるんで、ぜひ、見に来てください。では、突然ですけど、早々とちょっと説明しちゃいましたが、伝わってますように。ありがとうございました。